こんにちは、ゼットンです。今日は期間時代に重要なスキルは知識と経験だけではないコミュニケーション力を鍛えるべきというテーマで喋りたいと思います。僕の簡単なプロフィールです。ゼットンと言います。機械エンジニアとして働いています。機械エンジニアを上手にやっています。自分の経験や今やっていることが同じ機械エンジニア、若手機械エンジニア、機械系の仕事がしたい学生さんに役に立てる情報を発信してみました。それでは早速やっていきましょう。機械エンジニアの重要スキルです。皆さん、機械エンジニアで重要なスキルって何だと思いますか？一般的には専門的な知識だったり、実務経験が重要スキルと言われています。ですが、この2つだけではいい製品を設計することはできません。いい製品を設計するためにはコミュニケーションスキルが重要です。今回は機械エンジニアで重要なスキル、コミュニケーション力について解説していきたいと思います。それでは本題いきましょう。コミュニケーション力が高い人ほど優秀だとされる。日常生活で良い、いい人間関係を維持するために周りの人とコミュニケーションを取らないといけません。一般的にコミュニケーションというのはお互いの考えや気持ち、価値観を伝える行為とのことです。社会人になるとこのコミュニケーション力が高い人がすごいなって感じませんか？伝える力、聞く力、読み解く力が高い人ほど優秀だとされるケースがあります。周りにもいると思うんですよね。伝える力、伝えるのうまいなとか、この文字で読み解けるのとか、その人は経験とかあると思うんですが、このコミュニケーション力が高い人だと思います。で、仕事で必要されるコミュニケーション力は次の3つがあります。相手に分かりやすい言葉で伝える力、周りの人に伝えたり説得する力、周りの協力を得て巻き込む力、この3つですね。で、この3つは機械エンジニアの仕事でも重要なコミュニケーション力になっています。もっと具体的に見ていきましょう。機械エンジニアに重要なコミュニケーション力です。で、先ほど言いましたが、機械エンジニアの仕事で重要なコミュニケーション力の3つについて、具体的に解説していきます。まず1つ目ですね。相手に分かりやすい言葉で伝える力です。機械設計の仕事は基本的なことはお客様の依頼に沿った客先仕様の機械、装置を設計することです。ただお客様は無理難題依頼をしてくる時があります。例えば、〇〇な機能もつけてほしい。過去の、装置にもあったから今回もこれつけてほしいとか、〇〇の動きをさせてほしい。例えば今トレンドなのはこの搬送だからこの動きしてほしいとか、あとはこのことが多いですね。〇〇までに収めてほしい。例えば半年後までにこの機械を収めてほしいとか、よく、無理難題のことを言っていきます。こういうことは相手側も無理だと分かっていて依頼してくることがあります。で、ここで必要なのは相手に分かりやすい言葉で伝える力です。具体的に簡単にできませんと言えば、相手側は何とかしてくださいと、答えるしかないんですよね。で、お客様、依頼側のお客様は営業担当だけで打ち合わせ来ることがあります。で、その時は、専門的なことだけで伝えると、うまく相手のその専門的なことだけ伝えて営業の方がその相手の技術者にうまく伝わらないこともあります。その場合は何とも打ち合わせをしなければいけなくなります。これが本当に大変なんですね。議事録で残すような言葉で書いてもこれどういうこととかよくあるんですよね。なので、こちらの事情ですよね。どんな相手でも伝わるように分かりやすい言葉で説明しないといけません。で、相手側にこちらの事情を納得してもらえると、こちら側の代替案も、通せやすくできます。これが、重要なんですよね。代替案、こっち側じゃなくて向こう側、お客様側にもいいことですよっていうのを、伝えやすくするのはこのやっぱ伝える力が重要なことです。で、3つ目ですね。周りの人に伝えたり説得する力です。機械設計の仕事は一人で全てやろうとしたら時間が無限にあってももう無理です。もう時間がいくらあっても足りません。なのでチームで仕事をします。で、チームで仕事をする場合は知識とか経験が様々な人材で仕事を進めていくことがあります。で、機械設計の技術者のチームだけではなくて営業、調達、生産などの他部署に今回の客先書を伝える必要もあります。で、ここで必要なのが周りの人に伝えたり説得する力になっています。チームメンバーだったり、他部署に今回のプロジェクトで重要なことを伝えておかないと大変なことになります。客先書を
あとは納期は当たり前なんですが、法規的なこと、あとは客先工場内のルールなどがいろいろありますね。こういうことがあります。こういうことをうまく伝わらないと、もう本当に問題なことがたくさんあります。で、また、打ち合わせで設計的には問題なくても、営業側、調達側、生産側に問題ないこともあります。いろいろありますね。コスト面とかはありますが、こんなん無理やとか、設計的に OK でも、営業的に、納期的にとかね、いろいろ問題が起きていきます。こういうコスト面、納期面など他部署も他のプロジェクトを仕事をしています。会社なので一つのプロジェクトだけじゃなくて、いろんなプロジェクトがあります。で、営業、調達、生産も全て対応してますので、これ本当に、こっちにはそんな人を当てれないよとかよくありますね。なので、今他部署のメンバーを説得しながら自分の担当プロジェクトを円滑に進めないといけません。もう根性論とか精神論では人は動いてくれません。一緒に仕事しているメンバーが納得してもらわないといけないので、この周りに伝えたり説得する力が重要になってきます。で、最後3つ目ですね。周りの協力を得て巻き込む力です。チームメンバーの協力、あと他部署の協力がないと機械設計の仕事がうまく回せません。で、他部署の協力は本当に心強いです。生産とか、調達の部署で必ず窓口になっている人がいます。で、この窓口の人と仲良くなれば本当に力強いです。この窓口になっている人は基本優秀な人、経験が豊富な人といいますか、そういう人がなることが多いです。なので、お願い事をするとすごいスピードで対応してくれます。その人もやっぱり、経験とか、いろんな部下を持ちながら窓口になってますので、その人に人を振る力があるんでしょうね。本当に優秀だなっていうのがあります。なので何度も助けてもらってます。なので機械設計の仕事は周りの協力を得て巻き込む力が大切になっていきます。はい、ではまとめいきましょう。機械時代に重要なスキル、コミュニケーション力について解説してきました。最後に重要なコミュニケーション力の3つを、復習しておきます。相手に分かりやすい言葉で伝える力、周りの人に伝えたり説得する力、周りの協力を得て巻き込む力になってます。もう開発納期はどんどん単納期になってます。で、これを社内の人員だけでは本当間に合わすことはできなくなってきてます。人が少ないというのもありますが、単納期も基本ありますね。そのため基本的には社内プラス外部で設計業務を進めていくことが主流になってます。例えば、よくあるのは製図作業を外注したり、装置だったら安全カバーっていう周りを囲むカバー、あとは搬送装置などは得意としている設計会社にお願いします。そのメーカー会社にお願いすることがあります。でも機械設計の仕事はこの外注設計会社の協力がないともう仕事はうまく回せません。ちなみに僕が機械設計の仕事を始めてから驚いたことはこの外注設計会社の存在でした。自社だけじゃなくて他の会社を巻き込みながらやっていくのがこの機械設計の仕事なんだなっていうのが始めた時に一番驚いたことでしたね。なので機械設計者は設計するためのスキルが大切だと思われてますが、それだけではいけません。どれだけ人脈作りができるかが大切だと思います。そのためにも鍛えておきたいスキルがコミュニケーション力になります。これからも機械に役立つ情報を発信し続けていきます。以上、参考になれば嬉しいです。この動画本当に良かったらいいね、チャンネル登録してみると嬉しいです。またどんな方のコメントを残してみると嬉しいです。ブログも運営しております。機械に役立つ情報だったり、僕の経験したこともまとめておりますので、こちらもよろしくお願いします。Twitter もやってます。動画の更新、ブログの更新、他とのつぶやきなどツイートしています。よろしければフォローお願いいたします。はい、それでは今日もありがとうございました。